6時10分ですが夜が明けない。まあ漁場に着いた頃には明るくなってると思います。予想以上に良かった。ちょっとびっくり。もう取ったし潜ったしでだいぶいないですけど、1番目にこれだけいると思わんかったですね。残念ながら一つヤワラでした。まだいるんですね。11月の終わりでヤワラ。12月になってもいたりすることあるんですけど、例年より今年の方がヤワラ多いそうですね。3つでした。さっきのとこの方がでかったですね、これが。おお、あまり見たことがないようなでかい大蛇が。パイソンもでかい。いや、よくこいてますね、これ。しかも要はこいてないか。まあまあこえてる。まあこれから寒ビラメですもんね。だんだんもっともっとこいていくと思います。これは素晴らしかったな。洗っとかんといけん。パイソン針玉入らんすね。ヒラメもちょっと針玉入りそうないですけど、ボーナスタイムじゃないんですけどナイス。めった見ない動画の特大。2番目の網と同じとここいで U ターンしただけなんですけど、やっぱ時間帯なんでしょうね。全然もう違いましたね。11月の終わりでまだ紅葉あまりしてない寄島。県北はもう落ちてます、葉っぱが。明らかに上から見てやわら、やっぱりこっちはいいですね。黒いし。芝エビがだんだん沖出てきてますね。なんかちょっといつもより多めです。でも今年は芝エビは少ない方ですね。2、3年めちゃくちゃ多かったんで。おお、ナイス。日に日に増えてますね、これ。今日2つ目入ったばっかり。ナイス。危ない、逃がすとこでした。
ですね、2年もん。これぐらいの数入れてくれた方がなんか見つけやすくていい。気をつけれますからね。とにかくヤワラがメスは多いっぽいんで、この時期でさえ当たっても拾えるかどうか。あ、席入っとるな。お、拾えるな。ギリギリ15かな。めちゃくちゃいい方。あ、でもヤワラか。やっぱりダメですね。まだこんなにヤワラだらけ。これなんか見た感じヤワラですけど、ヤワラだな。これもか。これも嘘やん。おー、でかい両型。しかも綺麗。ナイス。今日3つ目っすね。今日は上り潮がねあんまないんですよね。朝からずっと下りなんですけど、やっぱ下りはあんま良くないっすね。晴れでもないし、まあヒラメのおかげでしのいでます。この際上りももうヒラメ狙いにターゲットを変えましょうか。お、オーストラリアンブラックタイガー美味しいですよね。車エビと春ぐらい美味しいです。オスは拾えるんですけどね、いまだにメスがあんまり拾えません。ヤワラ多め。塩返し、あ、拾えそうだけど、あ、いいな。これもいい。おお、ヒラメ。これが小型ですが、よしとします。パワーか。あと上り潮力でしょうね。6つ目7つ目分かりません。こんな一声入れてもやっぱり上り潮の方がもう圧倒的ですね。ただまあ今日はもう上りがないんで、もうそろそろ帰る時間です。上り潮と夕方が重なっていい感じでした。おお、やっぱり上り潮なんですね。
出汁取るんならまたより石金の方が出汁が美味しい出汁出ますので、まあ棚にならんので逃がしておきます。イイダコまで。イイダコ実は超ナイスなんですよね。うちも一人迷ってくれると嬉しい。超ナイス。しかもね2枚かしないでね。イイダコもいてとってもナイス。これが素晴らしいね。入ってるし。ガソリン価格は下がりましたが、もともと免税の軽油は当然下がらず高い。ついに買い替える時が来ました。破けまくりじゃない。カニのオス2匹にやられてパリッ、パリってやるけん。カニをギュッてやったらパリパリパリ。今日の量はこちら。はい。何がおるんでしょうか。まあなんやかんやですけど。はい。5日ぶりっていうかな、これ。ああ、5日ぶりやな。5日ぶりに沖行ったら、カニおらんようになっとるし。あらまあ。まあ潮も悪い。今日ほとんど1日下り潮じゃってやん。残念です。上りじゃないとダメよね。はい。決して悪い量じゃないんだけど、今までがちょっと多すぎたんで、通常に戻ったぐらいなんです。はい。まあおる年でもまあ大体こんな感じなんですよね。いつでも。自分が YouTube 始めた年おる年だったんですけど、多分こんな感じになってると思います。まあ、ヒラメのおかげでなんとかなりました。この間カニ雑炊したやん。めっちゃ美味しかったよ。名古屋フグおるんで、フグぞ。名古屋フグ雑炊。やっぱり名古屋フグは9月の降水音の時しんどるな。ああ。もう多い時は2つ針でもとこるけどおらんもんな。ということです。はい。これでよろしく。はい。皆さん今日もスーパーハードワーク大変お疲れ様でした。でも今日はあんまりスーパーハードではなかったですね。自分は。以前ドイツの方が送ってくださったなんとドイツの視聴者さんがいらっしゃるんですよ。フィンランドとかイタリアもいらっしゃいます。もちろん東南アジアもアメリカもアルゼンチンも驚きですけど、そのドイツの視聴者さんが送ってくださったビール1本飲みましたが、まだ5本残ってますんで今日はそのうち2本いってみたいと思います。ではこの線、ちょっと線が特徴の他のと違うこの2ついってみたいと思います。何かは分かりません。しかしドイツの方がこういうビールですということをですね、ダイレクトメールで教えてくださってますのでチェック。セバスチャンどこにおるんだ。おった。ちょっとドイツ語読めないんでなんて書いてあるとこ分かりませんけど、キャンホニャ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 ビアだけ読める。ロータスピルズ、これ飲んだやつですね。これだな。 SCHWRZ ビア。さあ翻訳したいと思います。翻訳。これはオットシュワルツビエ、強烈にローストされたモルトを使用したビールスタイルでキャラメリゼされた少し苦みのある味わい。もう自分がなんか一番好きそうな感じですね。もう黒ビール大好きなんで。私の地域ではちょっと珍しいスタイルですが、かつては私のお気に入りの一つです。ああ、俺とお気に入りがもしかしたら一緒なのかもしれません。でこちらはこれも読めんな。ケラーピルス、ピルズって読むかどうか、これなんかピルズって読まないんですよね。あ、これテットナンガーケラーピルス is from like、 まあ翻訳をしましょう。翻訳ポチッとな。私の住んでいるところから約10キロのところで作られたビール。テットナンはホップの産地で有名です。あ、テットナンガーケラーピルズって読むかな。これはフィルターをかけずにダービットスタイルのビールで少し素朴です。ああ、こしてないんですね。あ、でもなんかそれもなんか面白そう。ではいただきたいと思います。本場ドイツのビール嬉しすぎる。おお、あ、匂いがもうなんか爽やか臭い。強烈にローストしてるだけある。うわ、これもすごっ。あ、こっちは本当に麦の匂い。全然匂い違いますね。本当もう完全に麦の匂い。こっちは爽やか臭い。ちょっと臭い。今日もパルメとローハンでいただきたいと思います。おお、もうすでに美味しそう。色の違いからもう楽しめますね。これ秋ですので今日も常温でいただきたいと思います。
明らかに自分が好きであろうと想像されるこっちの強烈にローストされた、彼の住んでる地域では珍しいスタイルらしいですが、いただきます。ああ、強烈にローストされてる割にはキャラメリゼはされてますけど、そんなに黒ビールほどではないですね。もう全然味わって飲むというか、ガブガブ飲める感じのやつです。もう苦いキャラメリの感じのあれはもう大好きですが、そこまでではないです。むしろあっさりほのかに香るキャラメルの香り、美味しいです。好きですね。好き。嫌いな人は多分いないんじゃないかな。黒ビールが嫌いな苦手な人でもこれ多分いけると思います。黒ビールの感じではない。ではこちら、ホップの産地で有名なテッドナンのビール、フィルターをかけてないやつですね。フィルターかけないとどうなるんでしょうか。匂いがきつかったりするんでしょうか。いただきます。苦いビールらしいビール、美味しい。とにかくこんないっぱい種類があるのが面白いですね。もうこれはですね、こっちの方が美味しいかも。自分としてはあまりね、これがね、自分が思ってたよりキャラメルチックじゃないです。こっちほんと飲みやすいさらっとした感じなんですね、意外に。でこっちはですね、ほんとちゃんと苦くて、なんか味わいもこっちの方が深い感じがします。意外、非常に興味深いビールでした。どちらも美味しいことは間違いありません。とても美味しかったです。おもろい。日本のビールとはもう明らかになんかもう全般に雰囲気が違う。日本人に合わせてない感じですね。今日は名古屋ふぐ雑炊なんですが、オーストラリアンブラックタイガーいたのでおかずにとってます。寿司でもいいですけどね。ただせっかく今日も鍋なんでしゃぶしゃぶでいってみたいと思います。固めのエビはやっぱりあんまり火が通らない方が美味しいですね。特に冬瓜はもうほんと思いますね。よしエビ、火が通るとね、やっぱ味がちょっと甘みが飛びますね。しゃぶしゃぶの終わりにくるっとなってしまいましたが、ごまポン酢でみつかんごまポン大好き。ではいただきます。めったにいないんでね、いたら食べてるんですが、めちゃくちゃ美味しいです。個人的にですが、下手すると車エビを超えるぐらい美味しいですね。いただきます。歯応えがすごいですが、ちょっと今回のオーストラリアン、多分オーストラリアンブラックタイガーっていう名前だと思うんですけど、一度ね、その筋の方に名前を教えていただいたんですけど忘れました。でも多分オーストラリアンブラックタイガーだと思いますが、今日の味は甘み少なめ、歯応えは抜群でしたが、ちょっと今日の甘みが足りなかったですね。これだったら今の動画の方が美味しいかな。見えないけどふぐだしの雑炊です。すいません。卵はですね、道の駅新庄で買った卵、絶品。今まで食べた卵の中で一番美味しいと思います。これは美味しいに違いない。よろしくお願いします。もう黄身がね、ほんとね、トロトロにならない。卵の卵ご飯もめちゃくちゃうまいですよね。びっくりするぐらい。もちろんとどめはカニ飯同様大根場です。大根場大好き。やっぱり同志はいるようで、大根場好きな人もたくさんいらっしゃるようでですね、大根場同好会が作れるぐらいコメントをいただいております。大根場こういうの美味しいですよみたいな、なんとありがたいことでしょう。フグをばらしてと、フグと大根場と新庄村の卵コラボですね。お米ももちろん岡山と言いたかったですが、福山のお米ですね。でもね、美味しいんです。視聴者さんからいただきました。フグ大根場新庄村の卵、いただきます。美味しくないわけがない。めちゃんこ美味しいです。頼島のフグと頼島のエビと福山のお米と近所のおばさんがくださった大根場で新庄村の卵、これほど美味しいもんが本当にあるでしょうか。フグの出汁が出てめちゃくちゃうまいんですけど、卵がうまい。本当にびっくりする。あとフグだしも美味しいんですけど、個人的に一番美味しいのは平木だし。平木の貝柱を鍋に入れた後の出汁がもう一番うまいですね。フグもカニも当然美味しいですけどね。料理屋で出せれる出汁がもう抜群にうまいです。今回もご視聴ありがとうございました。黄身がうまいな。フグを食ってない。フグいいの。フグもうまいけど黄身がうまい。黄身がもうめちゃくちゃうまい。お参りしょる。
ちゃんと手を合わせてお参りしてます。